ようこそ航空自衛隊試合級のタイヤというところで、最初に軽く自己紹介させていただきます。満腹ニーと申します。UH-60J のパイロットをしています。で、この後ブリーフィングの方を実施します。その後、機体に到着して機体の概要説明ですね。本日乗る UH-60J というヘリコプターの説明を行っていきます。芦屋基地を離陸、丸9時10分頃離陸したいと計画しております。で、場所につきましてはですね、九十連山、九州で一番高い山となっております。最後紹介したいのが、救難隊員をっていうんですね。他者を生かす、他のためにっていう、そのために任務にいつでも行けるように肉体的に精神的に鍛えていますよという、モットーが救難員です。今ちょうど格納庫内に来ているのですが、これは一体何でしょうか。たくさんトレーニングの機材があるんですけど、そうですね、ウェイトトレーニングを救難隊はですね、よくやっています。理由としましては、操縦者、整備員もそうなんですけども、特に救難員がですね、海山で人を助けるためには体力が必要ですので、いざ、任務の時にちゃんと助けられるように、普段から格納庫の中ですが、筋トレ、ウェイトトレーニングをやっているという状況です。ちなみにももさんは使われたりして時間があればお昼休みに使っております。素晴らしい。はい、今回エスコートしてくださる女性の隊員さんがいらっしゃいました。ありがとうございます。救難の隊員さんですか？そうですね、救難隊で整備員してます。ヘリの整備員、はい、すごい。お仕事はどうですか？仕事は大変ですけど、はい、毎日新しい発見があって楽しいです。そうなんですね、はい、本日もエスコートよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。これで自分の腰の方もなっても少ないですか？全然大丈夫です。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。今回機長をしておりまして、段上と言います。よろしくお願いします。お願いします。操縦士の満腹です。よろしくお願いします。非常整備員の宮尾健三曹です。よろしくお願いします。救難員の春田総長です。よろしくお願いします。空自ナンバーワンイケメンの救難員木下三曹です。よろしくお願いします。ヘリコプター整備員の石井三曹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じくヘリコプター整備員の佐々木市長です。航空機整備幹部の大塚です。お願いします。よろしくお願いします。皆さんと一緒に救難のヘリ乗っていきたいと思います。かっこいい。2人の救難員さんに来ていただいているのですが、お二人がつけている装備品について少し伺っても良いでしょうか？はい、はい、お願いします。こちらは救難員が山に展開する時の機材を今装着しています。見ていただいて、こちらが無線機で基本的に航空機とやり取りする時に使う無線機になります。ですね。はい。はい。あとこちらにはGPS が入っておりまして、自分の展開した位置だとかそういったところを把握するために入っています。あとそれ以外にも現場に展開した後に使用する機材、補命用機材といいまして、食料であったりだとか、そういったあとは医療機材とかそういったのをジャケットとか、あとこちらのザックに今収納している状態です。結構重そうなんですけど、何キロぐらいあるんでしょうか？今はこれ20キロないぐらいで設定してるんですけど、訓練ではもっと重いものを持って展開したりします。そうなんですね。今回はお二人のうちどちらが救難していただけるんでしょうか？今日はイケメンの木下三曹が救助してくれるんで安心して、はい、一緒に上がってください。ありがとうございます。任せてください。ありがとうございます。はい、今回、UH-60 に登場させていただくのですが、機体の説明などしていただいてもいいでしょうか？はい、概要を説明させていただきます。はい、どうぞこちらに。ありがとうございます。前方に気象レーダー、ウェザーレーダーがついておりまして、こちら民間の飛行機でもよくついているんですが、前方の気象悪天気などを機内の画面で分かるようにという装置がついております。
赤色だったり緑色だったりでカラーで示されて、この辺りは天気悪いなっていうのがもう事前に分かるようになっております。これプローブというんですが、空中給油装置になっております。飛びながら燃料を給油できるというもので、輸送機、航空自衛隊が持っております、輸送機 C130 から燃料を飛びながら給油することができます。そうなんですね。今まではもう人間燃料が尽きる前に降りるっていう形だったんですが、これ空中で燃料をもらうことができるので、燃料の限界というよりもどちらかといえば人間の限界がいつになるかというものになっています。すごい。操作など、通称バブルウィンドウというんですが、ここを外に出っ張っておりまして、人を探したりするときに機内の操作員が頭を縛り出して真下を見れるようになっております。見つけるために見えないエリアをなくすために、お腹の下まで探せるようにちょっと出っ張った形状になっております。ちょうどこの間厚木基地で P1 に登場させていただいたんですけど、その際も操作しやすいようにそうですね、バブルのウィンドウを見ました。今度この後乗られた時にぜひ下まで見てください。いいんですか？ありがとうございます。すごい。なんですが、こちらに燃料タンクで、あとこちらにも燃料が入っております。大体全部トータルをすると、この UH60J 大体5時間から5時間半ぐらい飛ぶことができます。かなり長い間飛べるんですね。そうですね。ここの芦屋基地から名古屋ぐらいまでであれば約3時間ぐらいですね。すごい早いですし、長距離飛べますね。座る位置は991さんはここみたいな形で決まってたりするんですか？はい、通常であればこの可燃席区画には3名、人が乗りますので、前方の真ん中と左右のバブルウィンドウ席、操作員席に3名通常では乗っております。今回田崎さんも乗られるということで、座席を用意しました。ありがとうございます。思ってたより広い広く感じますね。ちょっと立つことはできない、ちょっとかがんでの作業になるんですが、広さ的には十分、もう横になれるぐらいの幅があります。救助とかされた方を乗せられるように。そうですね、はい、なっております。上に行っていただいて、お願いします。ホイストになります。ホイスト、これが吊り下げるための例ですね。メインとバックアップで2本、現在の UH60 の新しいタイプですね。これは2本ついております。2つついてるの知らなかったです。1本で救出する。でその際にもし不具合とかで動かなくなったという場合でももう1本で、安全に吊り上げることができます。じゃあ今日は私ここから吊られるですね。大丈夫です。安全に吊り上げますので。ありがとうございます。安心して乗ってください。ヘリの側面にこういった突起がついてるんですが、こちらはどういったものでしょうか？こちら FDR と言いまして、フライトデータレコーダー、一般の航空機にも、ついているものでありまして、飛行している際の、飛行情報、飛行度であったり速度であったり、そういったデータがこちらに蓄積されます。あと機内のボイス、コックピット、パイロットとあとキャビン間のボイスといったものも、蓄積されます。で、事故が起こった場合、仮に事故が起こった場合に、こちらのデータを解析して、どういった理由で事故が起こったんだっていうで、それを反映させて二度と事故を起こさないということで、安全対策がされております。あとは気になったところだと、ボディの色とかですかね。はい。全体的に、UH60 ちょっと紺色というか海のような色をしているかなというふうに感じたんですが、このボディの色とかって何か理由があったりするんですか？昔はですね、黄色と白で要救助者からも発見されやすいような、黄色と白の塗装だったんですが、やはり昨今の女性色をこういった目立たない色、下から見たら空の色に溶け込む色で、上から見れば海のに溶け込む色ということで、若干上と下で色の境目があるんですが、本当ですね、確かに上の方は濃い青色になっていて、下の方は結構薄い青色になってます。海の上でも目立ちづらいですし、それから空にいても目立ちにくそうだなというふうに感じますね。
人間の目からは発見されにくいように、はい、なっております。なるほど。じゃあ乗り込みます。押してる間だけ話せる。来ました。ありがとうございます。Skywatch system test passed. はい、じゃあこれキープフプレッシャープレッシャーはいまずはいここフトランスミッションで坂面と風はいナンバー斜めからでもかなり
してください。耳とか。わかりました。ありがとうございます。今無線入ったと思うんですけど、さっきのU125A とUH が今無線で連絡し合ったっていうサイドでやちょっと違いますね。ということはDCR で、上は後ろシップはい。28のパワー55。はい、500フィート通過。はい、着陸です。60の投資着地完了です。はい、了解します。はい、じゃあ、それでコース OK、フック準備。はい、着地。890ぐらい。はい、了解、着地。はい、準備、副取り付け完了。はい、一旦下面の縁で座ってますけど、はい。はい、じゃあ、よければ誘導します。OK かな、9-9。はい、9-9、右下でしたっけ？奥ですよね。はい、この右手前、この、間ですか？そう。ここです。はい、了解です。はい、じゃあ誘導します。誘導開始。はい、右前へ。こういうとこ持ったら当てるんで、もっと見やすい。はい、わかりました。87。はい、右前へ。はい、もうちょっと5メーター、3メーター、2メーター、1メーター、はい、じゃあ着替えて返します。はい、着替えて下です。はい、下です。はい、そのまま。はい、下です。はい、そのまま。はい、右足。この後、上空から Q9 確認して、Q9 を一回収容します。ピックアップします。はい、了解。どうしますか？いいよ、一回閉めて上空上がるんで。閉めます。はい、クローズ完了。はい、了解。この後離陸し、再度上空進入します。じゃあ、小さんも電話に行ってもらって、これから多分発光信号とかミラーとかを下からやってくれるので。わかりました。ライトに変えてください。はい、右前のちょっと小高い山ですね。西側に見えてくる小高い山がもう上にいます。わかります。ちなみに今ミラー信号で発光してます。ちょっと光一つありましたね。晴れてるか小高い山の右下の小高い山の人います。見えますか？結構手前の山です。頭からシグナル送ってもらってます。キラキラとしたミラーが見えます。昼間太陽があるからミラーでです。夜になるともう入った発光信号とかね、ライトじゃないと見えないんですね。そうですね、夜だとライトじゃないと見えないですね。両方用意してもらうとありがたいですね。そうですね、両方用意します。今から山の方に降りていきます。頑張ります。はい、準備 OK。開始。1時半右前で繰り出し開始。はい、繰り出し中、1時右前で。はい、10名さん。はい、右前で。5名さん。はい、3名さん。2名さん。はい、じゃあ、はい、9台。じゃあ、はい。はい、次は熱中。トルク90。はい、じゃあ、9台から入ってきますね。はい。はい。スピード、熱中車なし。はい、次は熱中。はい、次は熱中。はい、終了開始。はい、終了中。自己確保 OK。はい、異常なし、脇取り中。はい、脇取り中。はい、自分はですね、脇取り中。脇取り完了とはすれば、はい、どうも、よろしくお願いします。はい、
クローズ中。クローズ完了。はい、4成功。はい、じゃあ。右はちょっとよし。はい、左も OK。どう一旦これで少し下がっていって様子見ますか。ああ、そうそうそう。ああ、ヘリコプター。ああ、無理なら、ダメならダメで場所変えるって。はい、了解。行き過ぎ右 OK です。左 OK。左 OK。これだ。300一緒な。はい、150フィート。はい、下の方は障害物系は特に今のところ。左側にどんどん木があります。左側あるんで木が少しある。了解。右まだ行けますけど大丈夫。左は上がっていってるんで、ちょっとローターのクリアンスちょっと心配。了解。右がいいな。はい、右行きますよ。はい、右3メートル。この辺がいいんじゃない？ああ、よく来てますよ。はい、左はクリアよ。はい、右 OK。じゃあ下げますか？うん、OK。今さ、後ろ5メートルぐらいのところに入ってるところあるやん。後ろ5メートルのました。ああ、じゃあちょっと下げましょうか。この辺で。はい、この辺で行こう。じゃあ後方やあと5メートル。はい、じゃあ下げます。左や。左だ。はい、右 OK。クリア。はい、左だ。はい、障害物ないですよね。OK。はい、じゃあ。はい、もし左がこの草ないところに入るぐらいですよ。はい、了解です。はい、切れた。もしはい、そう、これどうぞ。左は大丈夫ですか？そしたらちょうどさ、左のところも草ないところに行くので。OK です。これに行こう。はい、じゃあ、ヘリだー。はい、あと50フィート。はい、OK。左前 OK です。はい、左クリア。はい、右クリア。ヘリだー。ヘリだー。左クリア。はい、テール OK。右クリア。テール OK。ちょっとごめん、ストップで。はい、ストップ。後ろが少し多分上がってるんで、もうちょっと右寄せられる。ちょっとね、岩あるんで、ちょっとそこを越えて、ちょっと前に行こう。前行こう。はい、OK そう。はい、ヘリダウン。はい、テール間もなく。はい、テール設置。左間もなく。左設置。はい、左間もなく設置。草が高い。草高いよ、意外と。はい、意外と高いね。そう。右下がりだよね。右下がり。ちょっと気をつけながら降りると。はい。じゃあ、キャビンは準備で。いや、カナリさんも外に出る準備しますね。はい。じゃあ、一旦もう離れますよ。はい、どうぞ。そうか、俺降りなくていいんだ。そうだよ。はい。その日。はい。よろしく。はい、降ります。あなた、俺の出番ないんだ。じゃあ、スマッチとカナリさん、展開準備入ります。はい。お願いします。はい、お願いします。
ありがとうございます。いやーすごい。そうなんですよ。これ雪があるとめちゃくちゃ顔痛いんですよ。いや痛いですよこれ絶対。寒くないですか？寒くないです。ありがとうございます。むしろなんかヘリの中にいた時の方が寒く感じました。そうそう寒かったですね。うん。あ、違う飛行機だと思う。これが救難捜索機って言ってそのあ固定力がね速いんですよね。あれが先行していって要救助者を見つけて場所をヘリに送るみたいな。そうなんですね。はいこれが U125 ですかね。U125 125。今からはい上空をぐる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 回るみたいなので、はい。助けて。ここにいます。これがミラーなんですよ。太陽に当ててこうやってやる。さっき下から見てたミラーです。そうですそうです。ミラーです。
さん、今のところなし。はい。ハイライトクリア。はい。誰もいないね。ないっすね。めちゃくちゃ登山日和ですけどね。そうだね。すごいですね。これが山頂ですかね。これがこの山の山頂ですね。みんな山。12時半に人がいますね。いますね。ここ、凍ってますね。凍ってます。凍ってるんだ。はい、凍ってる。湖が凍ってます。カルデラですね。自分凍ってるの初めて見ます。そうなんですね。じゃあちょっと簡単になんですけど、お二人はどうして救難員になろうと思ったんですか？聞きたいです。やっぱり一つは、かっこいいっていうのが一つで、その根底にあるのがやっぱ人を助けるその姿っていうか、そういったものに憧れを持って、志しました。そうですね。どっちかというと勉強よりもちょっと体力に自信があったんで、ちょっと自分の強みを生かして、自衛隊で活躍したいなと思って救難員目指しました。お二人ともなんかカメラが回ってるせいかめっちゃ真面目な。いやいや、めちゃめちゃいいこと言うから、俺ちょっと何言おうと思っちゃって。お二人が実際に経験された任務の中で思い出深いこととかあればちょっと教えてほしいです。まだ私、今救難員3年目なんですけど、ミッションは経験したことがなくて、なのでもうその先輩からいろいろ経験談っていうのを聞いて、イメージを膨らませてるっていうか。これからですね、本当になんか将来有望というか、さっき一緒に釣られていた時もすごく安心感を覚えたので、すごく頼もしかったです。ありがとうございます。ミッション一つ一つが全て思い出深いっていうか、いろんな意味があると思うんですけれども、その一人一人の方が無事に救出できて、医療機関とかに明け渡していった時とかは本当にやりがいを感じるというか、やっててよかったなっていうふうに感じます。ありがとうございます。これから多分救難員目指したいと思ってる方も多分視聴者の中にはいると思うので、そういった方たちに向けて一言ずつメッセージをお願いしてもいいでしょうか。はい、体のイメージが強いと思うんですけど、実際は頭とかも結構使えますし、その体だけじゃなくて、いろいろな視野から鍛えていただければ、あと諦めないその気持ちっていうのが一番大事だと思うので、諦めずに頑張ってください。そうですね、よく救難員とか、スーパーマンだとかおっしゃってくださる方もいるんですけれども、決してそんなことなくて、普通の一般の人間、みんなと同じ人間ですので、絶対なりたいという思いを忘れずに、木下さんとも言ってくれましたが、諦めずに一生懸命やってくれたらいいんじゃないかなと思います。まずは航空自衛隊に希望していただきたいと思います。ありがとうございます。二人ともすごい素敵なコメントをありがとうございました。めっちゃ緊張してる。ファイナルキープカレン。見えます。右側にいるんですかね。右側、そうですね。右側にいますね。一人で操縦して。すごい。してると思います。すごいです。若干エイミング奥に行ってる。エイミング設定。ゴーラン。はい、ゴーランでしたね。首を乗ったら多分パワーから来ると思うことです。そうですね。はい。それは左タップです。設置します。はい、ラジャーカホークで。はい。じゃあ、はい、バックしますね。はい、バックです。
どうでした宇宙の件最高ですフライトどうでしたか？そうですね、緊張感がすごくあって、やっぱり過酷な環境で救難の方々って働かれてるんだなっていうふうにすごく感じましたね。ホイストぶら下がってる時ってどんな気持ちだったんですか？正直ちょっと不安だったんですけど、木下さんがいてくださったおかげで大変心強く、登っていくことができました。緊張しました？緊張あれそうですか今回本当に貴重な体験をさせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ遊びに行きたいです。ぜひ来てください。お待ちしてます。ぜひ来てくださいじゃなかったです。また来ます。